次左コーナーなんで右側ギリギリに寄ってアクセル抜いてそーっとハンドル切ってこう内側寄って打角キープやごめんなさいもうちょっと切ってスーッと戻してねまたセンターラインに寄っていくね。自分も昔ね、軽い車ってどんな感じだろうっていうのが分かんなかった時期がありました。でこれちょっとね触れてみたいと思います。久々にスイフトに乗ってみたらなんだかめっちゃ良いんだけどと思うほどに良かったので動画撮影してきました。グレードは XG リミテッド。今までに乗ったことのある XL や XG とは印象が全然違いました。動画は Swift の走行フィールがメインです。ハンドルから感じる軽快感と落ち着き、軽いってこんな感じという話から乗り心地の話題まで Swift に乗って感じた点の全般です。でまずね今日の車はこれ2021年式です。でオードメーターも6万キロいってますので新車じゃないです。なのでねこの車だったらということになってきます。タイヤもね多分新車の時のタイヤじゃないと思うんですね。なんかブリヂストンっぽいと言いますか少しね硬さを感じるところがあってでもシャープなところがあってそんな感じなのでねそれで述べていきます。でね今日久々にこれスイフト乗ってみてあれこんなに良かったっけみたいなね気分っていうか感想が率直なところです。スイフト自体ね自分好きです。で今まで乗ったのは2018年19年頃のモデルかな。スイスポ入れて、4台でこれ5台目なんですけれども2020年にねスイフトはこのマイナーチェンジがされています。でそれで変わったのかなっていうねちょっと気もします。そんな良かった何がいいのかってところなんですけれどもフロントサスペンション引き締まってステアリングもこれ多分ねこう落ち着きが増したと思うんですね。こういう中心付近とか緩いコーナーのところでねこの、車のイメージ的にキュッ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 とこうね走っていくような走り方が合うようなイメージもありますけれどもそれよりもねこう緩いコーナーでじわーっとね切っていく、ラインを幅広く使ってそのねゆっくり切っていくような乗り方がねなんかすごく似合うような車になったのかなと。大人ですよね。ここで左細かいところがいいですね。こう切っていく時にね大人っぽいです。であとはね切った先は結構というかねこう大きくハンドル回して打角つけて回るからとこなんかがね一番そこも得意なのかなってごめんなさい一番っていうか、そっちもね得意なんじゃないかと。刺激的なのはハンドルをね戻してくるところですね。戻してくる時はこう結構ねグッと戻るので手でこう軽く押さえつけてその戻る速度を調整するようなタイプです。でそうですねあと軽快感この車なんか加速とかね出だしの瞬間に軽さを感じるっていうのはねあんまないように味付けされているように思います。でもねこのハンドルからはね軽さ伝わってきます。でこの軽快感ってその具体的にねどう表したらいいかこれ難しいですよね。でね自分も昔ね、軽い車ってどんな感じだろうっていうのが分かんなかった時期がありました。でこれちょっとね触れてみたいと思います。まずねそうですね自分がよく言うのは、重い車は自転車の前かごにねこういっぱい荷物を積んだ時の状態結構ねフラフラしやすかったり戻したらね戻しすぎて今度逆に振られちゃうみたいなねお釣りをもらうような感覚を受けます。で軽い車はその逆ですね。スッと行ってスッと戻るなんですけれどもそういうフラフラしにくいのかな。フラフラしにくいのはその軽さのせいじゃないんですけれども結果的にねそういう感じになるのかな。であとねスッと動いてスッと戻ります。なんでしょうステアリングね中心付近座りいいんですけれどもこうやってやるとねもうごめんなさいカメラ酔っちゃうかなキュッキュッて動いてくれます。でねこの辺りが前に乗ったね、いわゆる前期モデルですと、演出方っていうのかなフロント柔らかくてこう軽快感をね出してるような感じを受けました。ちょっと止まります。
なんでしょう、実際の荷重変化とか挙動の変化でいうと、サスペンション硬い方がね、重みは素早く乗ります。つまり素早く曲がろうとする力が発生されるわけですけれども、なんかこうドライバーが乗った感じとしてはね、前が柔らかい方がクッと沈み込んでね、クッとこうそこに力が乗ってっていう感じ受けます。なので体感的な部分とはねまた違うんですけれども、こっちの方がね走りやすいかなと。本当ね、ちょっと前期のオーナー様には申し訳ないんですけれども、この落ち着きとね切り込んだ、ちょっとね大きい深いコーナーないんであれなんですけれども、そうですね、両方がいい感じ。あとね、ほんとさっきみたいにこうねクックって切ってもね、軽さ感あるんですけれども、それよりねこう今ちょっと段差要件でねそこら辺あれなんですけれども、こうね次左コーナーなんで右側ギリギリに寄ってアクセル抜いてそーっとハンドル切ってこう内側寄って高くキープごめんなさい、もうちょっと切ってスーッと戻してね、またセンターラインに寄っていく、こういう走り方がなんかね似合う車になったようなね気がしています。でそう変わったサスペンション、今度ね乗り心地について、今日ちょっと一人なのでねリアシートは分かんないです。フロントシートの話で言うと、小さいボコボコはねそんなに拾わないです。って思うぐらい拾わないって言った方がいいかな。それでね、大きい段差はガツガツガツってくるときはあります。それは主に音ですね。ドカドカドカっと音がして、でもあれです、衝撃は伝わってこないのよねってね。音がなかったらもっともっとこう乗り心地よく感じられる、ちょっと惜しいかなっていうね。でも多分ねスイフトはそこをそんなに意識してない車だと思うので欠点ではないと思います。実際のねこう乗り心地としてね悪く感じないのでね。で静粛性はというとね、ここもしかしたら欠点かもしれない。ただ今日乗ってるのはこれ6万キロの車体なので、しかもレンタカーなのでどう使われてたかわかんないです。なのでっていうところなんですけれども、ちょっとねこのインパネがビリビリするところがあって、なんでしょう、自分の車だったらね、もしボルト止めのインパネだったらちょっと締め直してみたいかなっていうのはありますね。あとロードノイズ、これもね新車の時のタイヤじゃないのでもうちょっとコメントしていいか迷うんですけれども、結構します。今もしてるかな。あれです、エンジンがねスポーツモードとかすると3000回転ぐらいキープしてくれて、シューッと音がしてくれてね気持ちいいです。それからねちょっとアクセル踏むと6000回転ぐらいをね使うんですけれども、その時のね音もいいんですよね。ただですそのロードノイズがねエンジン音をかき消しちゃうので、気持ちよく聞けるかというとね、ちょっと違ってくるのかなというのがね、なんかもったいないようなね気もします。でね、この車、中古車の価格がこなれてきてて、そう今ね狙うのはもうすごくいいと思うんですよね。もちろんまだ現役世代の車ですから新車でもいいと思います。ちょっとねグレード体系とかは整理されちゃっていてシンプルになってるんですけれども、で何でしたっけ、そう中古でもねいいかなと。少し気になるとしたらドライビングポジション、それからあと CVT かな。 CVT ね少し古さとか粗さを感じます。ただこれも荒っぽさに関してはね、スロットルバタフライというところの汚れというのがね、車ってどうしても溜まってきますので、そこかなと、ちょっと低速時のギクシャク感はそこかなというのもねちょっと感じます。なので車の個体によってでね、ミッションの話が出たついでに、ちょっと述べ付け加えますと、このスイフトねデビュー当時はミッションいっぱいありました。この 1200cc CVT の他にAGS っていうねシングルクラッチの自動マニュアルトランスミッション、
っていうね、あとハイブリッドがそれ組み合わされてたんでしたっけ、そのタイプと、それからあと 6AT があって、あとマニュアルミッションもありましたね。すごいいっぱいあってね。でマニュアルというとちょっとスイスポの話を出したいんですけれども、スイスポね、もう皆様ね、もう当然のようにもう素晴らしい車だともうどこでも言われていて、もう自分もねもう散々言ってきました。でね、やっぱねこれやっぱとか言っちゃいましたけれども、もうなんかねこうもうテンション上がっちゃいますね、その言葉だけで。そう、価格も含めてね素晴らしいと思います。でなんで買わなかったかっていうのはね、一つ理由はやっぱそのミッションだったんですね。トランスミッション、マニュアルのミッションがいつでもスコスコと入るタイプで、自分の希望にはねちょっとそこが合っていなかったと。自分の理想はマニュアルね、回転数合わせたらスポンと入るミッションが好きです。多分ねそれをいいミッションと言うんでしょうけれども、あれですね、マニュアルで求めて気持ちいいと思うのは、回転数があった時にねこうスパッとクラッチつないでスパッとこうピタッと合って、音もねパオンパオンとねこう一発でシフトダウンしていける。シフトダウンの時もねシフトアップの時もねボーンとかやんないようなね、こうハンクラッチを使わずにショック出さないようなシフトチェンジが自分マニュアルのね気持ちよさだと思ってまして、でそれは通常左手が教えてくれます。軽くゲートに押し付けて回転数があったところでスパッと入りますのでね。でそれを教えてくれるミッションが好きなんですけれども、スイスポはねスイフトスポーツ、ちょっとねそれが分かりにくかったかなと。いつでも入ってね、いつでも希望のギアを選べる、そういったこう好み趣味嗜好の方にね向けたミッションだと思ったので、ちょっとねそこがありました。でねなんだかんだ言ってね、やっぱりねこれ結構いいなと思っています。中古でいくらぐらいでしょうかね。戻ったらちょっとカーセンサーとか見てみたいなと思ってる次第でございます。じゃあこれで一旦失礼します。ドライブから戻ってきて動画編集していても、今回乗ったスイフトのハンドリング思い出します。ボディサイズからするとフロントが重い重量バランスでしょうけれども、それを感じさせないのにプラスしてリアサスを使ってくれる前後ロールバランス、ダンパーの使いこなしもレベル高そうで、絶妙なスロープ感がねもうほんと気持ちいいです。モデル初期のフロントのみ大きくロールさせてキビキビ感を演出していた、そうとも感じられるスイフトとはまるで別の車でした。そこで今回のスイフトをまとめますと、軽い車は落ち着きあるセッティングにしても軽快感は残るのでしょうと、そうね感じました。あと本当はステアリングの回し心地にもうちょっとね立派な感じがあったら完璧で、ドライバーがここから受ける印象って大きいです。なので車とサスペンションの動き方を重視するか、もしくは別の点を重視してヤリスかマツダ2を選ぶか、キビキビ系で言ってもね、脳内で比較するのも楽しいです。コンパクトカーって全てが望めないからこそ、どれも際立って、特徴際立って面白いと思います。自分たちはこんな感じで最新モデル以外でも乗って話したいことがあると思ったら、どんどん動画にしていきますので、チャンネル登録等で応援していただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。